皆さんこんにちは。今日は東京でちょっと気になるカプセルホテルを見つけたので行ってみたいと思います。今回宿泊するカプセルホテルは JR 浜松町駅または地下鉄大門駅から徒歩 1,2 分の場所にあります。羽田空港や東京駅からも近いので飛行機や新幹線の全泊などに利用するのも便利な立地です。こちらが今回泊まるカプセルホテル。外観はスタイリッシュでおしゃれなデザインの建物です。男性フロア、女性フロアに分かれており、最上階のラウンジのみ男女兼用です。まずはロッカールームに荷物を預けます。会場にはカードキーを使います。アメニティは後ほど紹介します。すっきり収まりました。カプセルルーム内は土足禁止なのでスリッパに履き替えます。フリーサイズのようで私にはちょっと大きかったです。ゴミ箱もスタイリッシュでおしゃれ。ではお楽しみのカプセルルームに向かいましょう。こちらがカプセルルーム。まるで SF 映画に出てくる宇宙船のような近未来的なデザインです。カプセルは上下2段、互い違いに配置されており、上段ははしごと手すりを使って登ります。たくさんのカプセルが詰め込まれた空間ですが、大きな窓があるため開放感があります。床には部屋番号が書かれています。カプセル内は丸みを帯びた独特な形状。こちらが私のカプセル。入り口はロールカーテンを閉めることで簡易的なプライベート空間ができます。横幅も高さも余裕があり、思ったより閉塞感はなく居心地がいいです。寝具は厚手のマットレスと掛け布団、大きな半月型の枕があります。枕上部にはコンセント、USB ポート、ルームライトの調整つまみがあります。左右には小物を置けるくぼみがあります。ではアメニティを見ていきましょう。タオル類はバスタオル、フェイスタオル、足拭きマット、そして館内着、歯ブラシが入っています。また耳栓はフロントで無料でもらえます。カプセルエリアでは通話や音が出る行為、飲食などは禁止です。必要最小限のものだけを配置した究極にシンプルなデザインで睡眠に特化したような設計という印象です。トイレも清潔感があります。ウォシュレット周りの設備もスタイリッシュなデザインで使いやすそうです。
では10階のラウンジに行ってみます。ラウンジは全面ガラス張りになっており開放的。晴天の中に東京タワーがそびえ立っています。ではカプセルホテル周辺を散策してみます。カプセルホテル近くには飲食店がたくさんあります。コンビニもあるので買い出しにも便利です。散策中に見つけた変なホテル。世界初のロボットが接客することで有名です。カフェでコーヒーを買ってカプセルホテルに戻ります。せっかくなのでラウンジで景色を眺めながらお仕事します。デスクには全席コンセントも完備されており、PC 作業にも最適です。次の動画のテーマ、日本のおすすめ観光地についての内容を考えています。私はこれまで日本の47都道府県すべてに行ったことがあり、皆さんに紹介したい場所がたくさんあるので、なかなか考えがまとまりません。一旦思考を整理するために、エドラマインドというソフトを使っていきます。こちらはマインドマップを作ることに長けたソフトです。マインドマップとは、中心となるメインのキーワードから関連する言葉やイメージを放射状に広げていく思考方法で、アイディアを整理したり広げていったりするのに便利です。このマインドマップに AI の機能がつくことによってさらに便利になったサービスがエドラマインドです。まずは基本的な使い方です。マインドマップを選択すると、すでにこのように型ができているので、中身の部分を埋めていきます。メイントピックやサブトピックもカーソルを合わせることで簡単に入力することができます。またデザインの変更も可能で、テーマから自分好みのデザインを選択できます。ここからがポイントの AI 機能です。AI メニューから AI マインドマップ生成を選択します。ここにメインのキーワードを入れ、生成をクリックします。するとこのように AI が自動で綺麗なマインドマップを生成してくれます。これまで一から作っていたものが AI によってこんなに簡単に生成できるなんて、技術の進歩はすごいですね。このようにまずは大枠の部分を AI に作成してもらってから、細かい部分を修正したり追加したりすることで自分の考えをまとめていくというのが、とても効率的でベストな使い方なんじゃないかなと感じます。続いては AI が自動でパワーポイントのスライドに変換してくれる機能です。メニューバーのホームから PPT の変換をクリックすると、このようにマインドマップの内容を元にしたプレゼンテーションのスライドが自動で生成されます。また右側の PPT スタイルを変更することで、選択したテーマに沿ったスライドを新たに生成させることができます。右上のエクスポートを選択し、パワーポイントのスライドに変換したら、細かい部分の修正をして完了です。続いてはエドラ AI。チャットの画面で会話をするようにマインドマップ作成に関する様々な意見やアイデアをくれる機能です。キーワードから連想されることを自動で書いてくれます。右下のコピーをクリックして該当箇所にペーストすると、そのままマインドマップに追加できます。あとは自分なりに細かい部分を修正します。以上、AI を搭載したマインドマップ、エドラマインドを紹介しました。費用はこちら。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひ試してみてくださいね。無事作業を終えたので、バルコニーに出てちょっとリフレッシュします。
居心地いい空間で作業をすることができました。はい、お腹が空いたので今から夕食食べに行きたいと思います。何食べようかな。今日はこちらのラーメンに決定。スープは動物系、魚介系のダブルスープ。麺は平打ち麺でもちもちとした食感、スープとよく絡みます。大きなチャーシューはホロホロと崩れるほど柔らかく、甘めの味付けが癖になります。ごちそうさまでした。こちらは天然たい焼きが名物のお店。食後のスイーツに買っていきます。東京タワーを眺めながらのスイーツ、至福の時。再び作業を頑張ります。こちらは女性専用フロアにあるラウンジ。こじんまりしたスペースですが、温かい雰囲気の照明で落ち着きます。屋上からは東京の夜景が一望できます。ではそろそろシャワーを浴びに行きます。こちらは洗面台とシャワールーム。洗面台にはゴミ箱、ハンドペーパー、ヘアドライヤーがあります。こちらがシャワールーム。
シャワーは手持ちタイプとレインシャワータイプがありました。水圧は強めです。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープも完備。こちらは日本の高級石鹸メーカーが展開する玉の肌のブランドを採用しています。使い終わったバスタオルはこちらに入れます。夜になると半分以上のカプセルが埋まっていました。それではおやすみなさい。おはようございます。カプセル内は少し乾燥するのでマスクがあるといいなと思いました。身支度を済ませてチェックアウトします。せっかくなのですぐ近くの増上寺へ寄って帰ります。増上寺は東京タワー近くの観光名所で歴史ある大きなお寺です。東京タワーをバックに写真が撮れる増上寺。雰囲気も佇まいも貫禄があります。周囲にはビルが立ち並ぶ都会にありながらも広大な敷地で静かな時間を過ごすことができます。東京タワーに行った際はぜひ寄ってみてくださいね。はい、ということで今回は東京にあるカプセルホテルに泊まってきました。気になった方はぜひ利用してみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画は以上です。バイバイ。